耐え忍んで法華経を広めていくんだ、具随していくんだという誓いの姿を菩薩たちは示してくれているわけです。はい、皆様こんにちは。法華経の話第67回です。今日は漢字本第13についてお話をしていきます。法華経は28本ありますが、ようやく前半14本釈問の第13まで来ました。少し復習になりますが、法師本第10から見法等本第11と大波羅陀本第12で、釈尊は自分の滅後に法華経を説いてくれる人を募集されました。特に見法等本第11と大波羅陀本第12での募集が五課の報奨と言いました。前回大波羅陀本第12のところでお話をするのを忘れてしまっていたのですが、悪人成仏と女人成仏の場面で2度募集をされていまして、それを二課の勧業と言います。釈尊は自分の滅後に愚教してくれる人を募るわけでございますが、今回お話しする漢字本では、その釈尊の声に応えて、菩薩たちが私たちが愚教しますという誓いを持って語られていく、そういった章になります。この漢字本では三類の合適という教えが説かれます。自分自身も反省させられるとても深い教えなので、では一緒に見ていきましょう。まず漢字本第13では、薬王菩薩と大行説菩薩をはじめ2万の菩薩の従者たちが釈尊の御前において誓いの言葉を申し上げていきます。なぜ薬王菩薩と大行説菩薩であるかというと、法師本の対合者が薬王菩薩で、見法等本の対合者が大行説菩薩であったからです。ですから釈尊の声に応じる形で薬王菩薩、大行説菩薩を代表とする方々が誓いの言葉を述べていきます。釈尊よ、心配しないでください。私たちがこの法華経を具随します。このように誓いの言葉は始まっていきます。次に菩薩たちはこのように釈尊に申し上げていきます。後の悪世の主情は、善根がうたた少なくして増上慢多く、陸用を貪り、不善根を増し、下脱を恩利せんと。未来の悪世の生きる者たちは、これは私たちのことを言ってるようなんですけども、善根が徐々に少なくなり、悟りを得ていないのにすでに得たと思い高ぶる者が多く、増上慢ですね、うぬぼれてる、そういう人たちです。供養と名門を貪り、悪徳を欲しいままにし、仏の悟りから遠く離れているでしょうって。薬王菩薩や大行説菩薩たちはこのように未来を予測しているんですね。何の反論もできません。こういう人たちに対しての教化はとても難しい、そういったことが予想されるだろうが、しかし大いなる忍耐の力を起こして愚教していきますと、この菩薩たちは誓いの言葉を述べるわけです。続いてこの菩薩たちに引き続いて学無学の聖者たち、この学無学は儒学無学人気本のところでお話をしました。学ぶところがある人、もう学び尽くした人という意味ですが、そういった修行者、立派な修行者8000人がまた別の誓いの言葉を釈尊に申し上げていきます。釈尊よ、私たちは別の国土において、他度ですね、別の国土においてこの法華経を愚教していきますと。なぜかといえば、先ほどの菩薩たちの誓いの言葉にもありましたが、娑婆世界の人は悪徳が多く、まだ悟りを得ていないのに、すでに得たと思い高ぶり、功徳も少なく、心が怒りと汚れに満ち溢れ、他人に媚びへつらって、少しも真実の心を持ち合わせていないからだと。だから、この娑婆世界ではなくて、他度の別の国土において法華経を具随しますというんですね。娑婆世界は私たちが住む世界のことですが、ひどい言われようだなと思いますけども、先ほどと同じくやっぱり反論できないっていうようなことがあります。まさにその通りと思ってしまうところがちょっと悲しいですね。さらに共存美。共存美は釈尊のお母さんの妹さん、育ての親となったマカハジャハダイ、マハープラージャーパティのことですけども、その共存美をはじめとする6000のビクニたち、
修行者ですね、女性の修行者たちが釈尊をじーっと見つめます。で、そのビクニたちに対して釈尊は優しく語りかけるんですね。教導見よ、あなた方も必ず成仏できると先に説いたはずだと。そしてさらに、このビクニたちの中には、ヤシュダラ、これは釈尊が出家する前の奥さんですね。このヤシュダラにも釈尊は成仏を約束されます。で、こちらも以前にちらっと話しましたが、この釈尊の近しいところにいた2人の女性たちを含め、ビクニたちに成仏の約束がされます。で、教導宮やヤシュダラたちはとても喜んで、お誓いの言葉をやはり申し上げるんですね。世尊よ、私たちもまたよく他度の国土において広くこの経、法華経を説いていきますと。やっぱり他度なんですね。それだけシャバ世界での愚教、私たちが住む世界での愚教は難しいという認識なわけです。そして改めて菩薩たちは釈尊に対して、釈尊が私たちに愚教を命じてくだされば、必ず広くこの法華経を愚教しますと誓うのですが、釈尊は黙ったままで何もおっしゃいません。なぜ釈尊が黙っていらっしゃるのか、これにはいくつか理由があるとされています。一つの理由としては、後に出てくる自由の菩薩たちにこの滅後の愚教をつなげていくためとされていますし、もう一つは、これから話す菩薩たちの覚悟を引き出すためであるとされてもいます。それがここから示されます20行の下といいまして、菩薩たちの壮絶な覚悟が示されるわけです。この20行の下ですので全文の紹介はできないんですが、ここから大まかな内容を説明していければと思っています。まず20行の下はこう始まるんですね。即時に諸々の菩薩は共に同じく声を発して下を説いて申さく。その時多くの菩薩たちは一同に声を揃え、次のように下を説いて申し上げましたというですね。菩薩たちは四宿をなして、獅子が吠えるかのような大きな声で釈尊に申し上げていくわけです。釈尊よ、心配しないでください。仏が入滅された後の恐ろしく悪い時代においても、私たちは広くこの法華経の教えを説いていきます。多くの知恵なき者が足ざまに罵ったり、刀や杖を用いて迫害を加えてきても、私たちは必ずよく耐え忍びますと。また、悪世に出現するビクは出家者たちですね。出家者たちはずる賢く他人に媚びへつらい、未だ得ていないのを得たと思い、うぬぼれの心に満ち溢れているでしょう。さらに、人里離れた静寂の地に住み、戒律の規定通りボロ布で作った法衣を着用して、自分こそ真実の仏道を修行していると思い込み、他人を軽蔑する者がいるでしょうと。彼らは自分たちの欲を貪り、そのために在家のために教えを説き、世間の人たちからとっても立派な人たちであると尊敬されることでしょう。この人たちは悪い心を隠して欲にまみれた世間のことばかりを考え、自分たちは静かなところに住んで世間の中において法を説く者たちを批判するでしょうと。さらに私たちのことを個人的な利益を得るために仏教以外の教えを説く者たちだと批判をしてくるでしょう。私たちは釈尊に誓います。このような多くの悪をすべて耐え忍びます。彼らから、あなたたちは仏のようですね、などと甘く媚びへつらうようなことを言われても耐え忍んでいきます。乱れた時代には様々に恐ろしいことがあるでしょう。悪鬼がいろいろなものの身に入り、私たちを罵り恥ずかしめることでしょう。それでも私たちはニンニクの鎧を着て耐え忍びます。さらに誓います。我風愛神妙、短尺無常道。我は神妙を愛せず、ただ無常道を惜しむと。私は自らの神妙に愛着しません。ただ真実の教えを惜しむだけです。私たちは未来の世にあって仏が付属された法を尊んで大切に守ります。濁り切った時代の悪いビクたちは法華経の意義なども知りもせず、眉を潜めて罵ることを、そのためにサクサク見品髄。これは
お寺とか布教活動をしているその拠点から追放されることですね。私たちはたびたび自動から追放されるでしょうと。それでも耐え忍びます。私たちは恐れることなく、法を求める人のもとに赴いて法華経を説いていきますと。このように菩薩たちは誓われるわけです。一気に20行の下の部分を見てきましたが、気になる点がいくつかありますので、それらを確認していきます。まず、冒頭に出てきましたのが、これがいわゆる三類の合適という教えです。まず最初の部分、これを俗宗増上慢と言います。自らのうぬぼれや無知から消防の行者を悪めりし、登場、刀や杖による迫害を加えたりする在俗の人々のことを言うんですね。俗の人々を言います。続いての部分が道門増上慢ですね。仏道修行を志す出家の身でありながら、うぬぼれが強く邪智に富んでいるために、俗宗を扇動して消防の行者、法華経を広めようとする人を迫害する人、出家者のことを言います。そして次の部分が戦勝増上慢ですね。聖者のように装って社会的に尊敬を受けながら、内面では名門名利に執着して悪心を抱き、消防の行者、法華経を広める人を温室するあまり、権力者を利用して迫害を加える人々のことを言うわけですね。とても怖いことです。世間で立派だと言われている僧侶が実は仏教を乱すものであるという指摘なんですね。これは僧侶である人たち、また仏道を修行していこうというそういう人たちにとっては皆揃って訓戒としなければいけないことではないかなと思っています。また世間における事柄においてもこういう三類の合適のようなことは結構あるように思うんですね。立派だとか素晴らしいとか、そういった世間的な評価で人を判断するというのはとても危険だということになると思います。とはいえ、なぜ法華経を愚通しようとするときにこのような三類の合適のようなものが出てくるのかということですが、これは今までも何度も申し上げてきました。法華経は平等に救っていこうという、そういったことが念頭にあります。その平等というのは世間にとって実に不都合なことでもあるわけです。世間的に平等だと口では簡単に言いますが、社会は誰もが分かっている格差を平気で見過ごしたりするものです。それは大多数が苦しんでも一部の人にとっては都合の良いことであったりするからです。世間でもそうなのですから、信心という面から見ると平等を受け入れるっていうのは実はとても難しいことであったりするようなんです。誰もが救われますと簡単に受け入れることができるかといえばそうでもないんですね。自分はこれだけ修行したんだ。自分はこんなことが分かりました。そういったことが法華経の授事という平等の救いによって結局消し飛んでしまうわけです。修行の成果というのは仏様の尺度から言えば実に他愛のないことなんですね。ある意味既存の宗教の在り方を根底から覆すことにもなりますから、大きな反発があることは明白であると菩薩たちは宣言するんですね。ではそういった反発に対してどうするか。面と向かって言い合って打ち負かしてやろうということを菩薩たちは言わないわけです。とにかく耐え忍びますと宣言するんですね。その最たる姿が我風愛心明短尺無常道です。最も重い命だって惜しまずに、ただ無常道、この上なく素晴らしい教えを説いていくんだという誓いなんですね。これは決して命を軽く見るというようなことではなく、とにかく自分の人生をかけてやっていこうという、そういう誓いです。あっちの生き方をしてみたいとか、こっちの生き方が羨ましいとか、そういうことではなくて、法華経とともに生きていこう。たとえものすごい迫害があっても、人生をかけて法華経を広めていこうと、そういう誓いなんですね。時にはサクサク見品髄、場所を追われるようなこともあるだろうと。また、先ほどにもありましたが、あなたたちは仏のようですね、なんて褒めるような、なんかこそばゆいようなことを言って近づいてくる人たちがいると。そういった人たちに対しても、耐え忍んで法華経を広めていくんだ、愚通していくんだという誓いの姿を菩薩たちは示してくれているわけです。で、これはもうお分かりだと思いますが、菩薩たちはすでにその決意を持っているわけですね。
しかし、周りの人たちはまだまだそこには至らないわけです。ですから菩薩たちは周りに、また今法華経を拝読している私たちに対して、法華経を広めるということはこういうことなんだよと、こういう誓いを持たなければいけないんだよということを教えてくれているということになるわけです。そして次の安楽行本では一つの布教の仕方が示されることになります。以上が漢字本の内容となります。漢字本は保つことを進めるというそういう意味です。誰が誰に保つことを進めているのかということを考えると、この漢字本からはいろいろな面が見えてくるように思います。それから菩薩たちの壮絶な覚悟が示されました。菩薩たちは誓いを立てていったわけですね。で、こうやって誓願を立てるというのは大事なことだなと感じています。もちろんできもしないことを多く誓っても仕方ないなとは思いますが、とはいえできるできないにかかわらず、まず誓いを立ててやっていこうということにならなければ、なんとなくではことはなせないんだろうというふうに思うんですね。ということで今回はこれまでといたします。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。